嘘。ない。さっき確かにここに置いたのに、パソコンデータはない。取引先を迎えて大事なプレスリリースの日、彼女が発表するはずのパソコンデータがごっそりと削除されていた。不安で泣きそうになっている彼女。そしてついにデータが見つからないまま彼女が発表する番が来た。どうしよう。顔面蒼白で立てないでいる彼女の肩をポンと叩き、俺は壇上へ向かった。窓際社員の俺がマイクに向かうと、人々は一様に驚きを隠せなかった。なぜなら俺の名前は中田空。この旅行会社へ中途採用で入社し、半年ほど経った。旅行会社は激務だとは聞いていたが、ここも例にたがわずだ。国内外を扱う第一種の大手企業なのでさらにだろう。問い合わせから無茶ぶり、クレーム処理。主にそういった業務を担当している俺は、窓際で黙々と仕事をこなしている。さっさと丁寧に仕事を終わらすのが俺の信条だ。何よりそれは定時で上がるために他ならない。今日も無事定時で上がれそうだ。そう思いながら明日の準備や上がった後のことを考えている時だった。今日も残業だな。まあ、プランナーの仕事が適当じゃ会社潰れるし仕方ないか。ほんと定時で上がれる誰かさんが羨ましいぜ。中田くん、定時で上がるコツを今度教えてくださいね。明らかな見下し口調で声をかけてきた彼は近藤裕二。近藤くんは有名大学出身で、留学経験もあるエリートだ。旅行会社の要、プランナー業務をしている。年はあまり変わらないが、自身の経歴の高さと、俺が中途採用の窓際ということもあり、何かと馬鹿にしてくる。いつも過ぎてもはや業務の一部のようになっていた。近藤くん、俺は自分の仕事を定時までに終わらせたまでですよ。時間が。お先に失礼します。はぁ？職場のコミュニケーションより定時上がりが重要とか、典型的な無能の窓際じゃん。てか、俺の方が上司なんで、ちゃんと3呼びしてくれません？わかりました。お疲れ様です、近藤さん。俺にとっては、彼の嫌味より時間厳守が大切だった。重いリュックを背負い、いつもより急いで会社を後にした。2駅先の駅で俺は降りた。ここもオフィス街が近い。この時間は特にスーツを着た人で溢れ返っている。それを壁代わりに、俺はそそくさと一つのビルへ入り、カバンからネームカードを出し、ドアを開けた。俺に気がついた金髪の受付の女性が、笑顔で声をかけてきた。はーい、空。なんか疲れているわ。どうしたの？サンクス。ちょっと走ったからね。今日はどこだい？ブース4よ。トライアルだから、キュートなスマイルでね。俺はブースのドアをノックし、中へ入った。中には、スーツ姿の女性が座っていた。はじめまして。お待たせしましたね。中田空と言います。気軽に空と呼んでくださいね。体験入学ですよね。英会話に興味が？はい。セカンドキャリアとして、やっぱり英語かなって。なるほど。じゃあ、まずは軽く会話してみましょうか。英語だからといって緊張せず、気楽に楽しみましょう。俺は比較的簡単な英単語を使い、ゆっくりなペースで進めた。相手が話に詰まった時は、フォローを入れつつ、会話が途切れないように注意を払った。笑ってくれていたということは、楽しく感じてくれていたんだろう。授業が終わった後、彼女は正式に習いたいと申し出てくれた。やっぱり、空のクラスは評判がいいわね。発音もネイティブだし。語学は楽しんで学んでほしいからね。それじゃあ帰るよ。ドアを閉め、俺は軽く伸びをした。そう、ここは俺のもう一つの職場。社会人を主に対象とした英会話スクールだ。定時を気にしていたのもこれが理由だった。俺はこのことを誰にも言っていない。いや、絶対にバレてはいけないことだ。あたりはもう暗く、居酒屋などの照明が目立つ時間になっていた。今日もようやく終わりだ。さあ、帰ろう。
帰りは別に人の影に隠れる必要はない。晩ご飯のことを考えながら、のんびり歩いていたその時だった。あら、中田くんじゃない？突然声をかけられ、俺は間抜けな声を上げながら振り向いた。そこには、ありえない人が不思議そうな顔をして立っていた。中田くん、うちこの駅だったの？いえ、ちょっと気晴らしに立ち寄っただけです。俺を不思議そうに見ている女性。俺の上司、高梨遥さんだった。これだけ人がいる場所でも、ひときわ目を引く黒髪ロングの美人。社長令嬢にもかかわらず、仕事熱心で怖いとまで言われている人。こんなところで会うなんて、一番想像もしない人だった。俺は驚いたと同時に、冷静になった。なんとか、ここを乗り切らなければいけなかった。理由は、あの旅行会社は副業禁止だからだ。誰にバレてもいけない。ましてや、上司で社長令嬢の高梨さんにバレれば、クビ確定だ。本当にたまたま降りただけなんです。でも、もう帰るので。あなた、定時に上がったんだから、どこかのお店にいたんでしょ？おすすめなところあるかしら？おすすめ、どうにか辻褄を合わさなければ。もう適当な店を行ってしまおうかと考え出したとき、高梨さんがずいずいと俺の方へ寄ってきた。不覚にもドキリとしてしまったが、首に違和感を感じたとき、俺は血の気が引いた。空たまにやってしまう癖だった。ネームタグを首にかけたまま帰ってしまうこと。今日は暑かったからか、ジャケットも脱いでいたので、完全にぶら下げた状態だった。高梨さんはそれをつかみ、スクール名も読み上げ、もう一度それを引っ張り、俺を射抜くような視線で見つめてきた。じっくり話、聞かせてもらおうかしら？はい。高梨さんに連れられるまま、俺たちは居酒屋で向かい合っていた。高梨さんはテキパキとビールとつまみを注文し、処刑台に立つ俺を見つめている。そして、ビールが届いた時だった。はい、乾杯。乾杯。俺がジョッキを握ったままで固まっている間に、高梨さんは一気飲みしてしまった。飲まないの？じゃあ、注文が届くまでそれちょうだいね。ああ。会社を出たらブレーコーよ、ブレーコー。じゃないと、聞きたいことも話したいこともできないわ。確かに、目の前の高梨さんは、会社で受ける印象とは180度違う。俺は追加でビールを頼み、彼女が俺から奪ったビールを飲み干すのを眺めていた。その間、周りの賑やかさだけが耳に響いていた。追加のビールが届いた時、俺の前にジョッキを置きながら、高梨さんは口火を切った。英会話スクールは副業？ただでさえこっちは忙しい業界なのに、副業なんて、どうして？禁止されてるのは知ってるでしょ？もう隠す必要はなかった。俺の解雇は確定なのだから。ビールを一口流し込み、ジョッキを見つめながら俺は話した。金です。借金じゃないわよね。はは、近いものですよ。俺の両親はもう他界していて、自分の奨学金返済と、叔母の家にいる妹の大学費用、給料じゃとても。言った瞬間しまったと思った。顔を上げて高梨さんを見ると、食べかけの焼き鳥を持ちながら、俺を見ていた。仮にも、社長の娘の前で言ってくれるわね。中田くんって度胸ある人なのね。すみません。怒らせてしまったと謝ったが、高梨さんは怒るどころか、焼き鳥を置き、テーブルに突っ伏した。まあ、間違ってないから否定しないわ。中田くんも知っての通り、この業界って安定しないでしょ。けど、給与と仕事量が釣り合ってないと感じ出すと、結果質が落ちる。改善点よね。意外にも俺を否定しなかった高梨さんだったが、やはり想像していた言葉が返ってきた。でも、社員である以上、規定違反は見逃せないわ。はい、わかっています。処分はお任せします。俺が腹をくくったとき、高梨さんは一気飲みをした後、俺に顔を近づけてきた。
テーブルに手をつき、限界ギリギリまで俺に近づき、耳を引っ張った。条件を飲むなら、見逃してあげるわ。は？少しお酒で赤くなった顔が色っぽく口角を上げ、俺の反応を見ている。条件って。簡単なことよ。給料が見合ってないのは確かだし、無茶なことは言わないわ。俺の耳を離し、高梨さんは座り直して、改めて言った。私の英会話教師になってちょうだい。俺の混乱をよそに、高梨さんは続けた。私もできないわけじゃないんだけど、スキルアップはしたいなって思っていたの。そうね。スクールのない日に私の家で、お茶とお菓子くらいなら出すわ。初回はいつになりそうかしら、ソラ先生。高梨さんは、綺麗な紙を片方の肩にまとめ、手帳を確認している。とりあえず、俺は危機を脱した。首を免れた代償として、目の前の美人とマンツーマンの授業をすることになったのだ。これは代償なんだろうか。とにかく、今の生活が守られたことに感謝しよう。俺は余計なことを考えるのを一旦やめることにした。3日後、社で新規プロジェクトが立ち上がることとなった。完全インバウンド向けのプランだ。海外からの旅行者増加に伴い、より力を入れる気にようやくなったらしい。プロジェクトリーダーは高梨さんだ。それ自体は皆予想できることだったが、意外だったのはメンバーに窓際の俺が入っていることだった。そこに噛みついたのは近藤さんだった。中田くんは中途採用ですし、このプロジェクトメンバーに入っているのはいささか疑問ですね。疑問は今後のチーム力にも関わります。選抜理由をお願いできますか？中田くんは受注の窓口を確実にこなしてくれている実績があるわ。そして何より彼は英語力が高い。情報収集から問い合わせなど確実にこのプロジェクトの戦力よ。え？高梨さんの言葉を皆一瞬疑ったようだ。それもそうだ。俺がここで英語を使っているところを見たことがある人はいないだろう。近藤さんの反応は至極当然だと思った。正直言うと、俺も驚いてはいたのだが、みんなの俺に対しての疑問はすぐに消すことができた。すぐにミーティングが始まったのだが、英語のままの資料を俺が訳して説明したからだ。中田さん、すごいじゃないですか。今まで隠してたとかずるいっすよ。これからいろいろ頼っちゃおうかな。盛り上がっているみんなに高梨さんが釘を刺した。ちょっと、それぞれの仕事があるんだから、中田くんに頼りすぎないようにね。定時で帰ることに変わりはないが、みんなや高梨さんを見ていると、この仕事を成功させたいという今までなかった感情が俺にも湧き上がってきた。近藤さんとうまくやっていけるかが唯一の不安要素だった。いや違う。いよいよ今日からなのだ。高梨さんへの個人授業が今日から始まる。どうなるかわからない。ある意味、これも不安要素だった。あっという間に今日も定時になった。プロジェクトメンバーにたまたま選んでもらったってのに、今日も定時に帰るんですね。足引っ張らないようにしてくださいよ、中田くん。わかっています。お疲れ様です、近藤さん。いつものやりとりを終え、俺はスクールへ向かった。はじめは、スクールのない日にということだったが、早く始めたいと高梨さんから言われ、初授業はスクール終わりにということになっていた。そんな遅くにいいのだろうかと思ったが、副業を秘密にしてもらっている俺に異議申し立ての権利はなかった。それでも、やはり頭をよぎる。夜に一人暮らしの女性の家へ行くというのは、俺は授業を終え、あらかじめ聞いていた高梨さんの住所へ向かった。場所は2つ向こうの駅の閑静な住宅街だった。改めて、彼女が社長令嬢だということを痛感した。マンションもやはり大きい。俺はオートロックを開けてもらい、家の前まで来た。少し、いやかなり緊張してきた。あくまで自分のため。あくまで英会話を教えるため。頭でそれを反芻し、インターホンを押した。どうぞ。勝手に手汗が出そうな手のひらを
一旦ズボンで拭き、俺は伺うようにドアを開けた。お邪魔します。お疲れ様。すぐ行くから入っててくれるかしら？はい。どこから声が聞こえているのかわからなかったが、玄関にいるわけにもいかず、恐る恐る先へ進んだ。いい香りがしてくる。晩ご飯だろうか。そういえば、昼以降何も食べていなかった。高梨さんの部屋は、とてもシンプルだった。上品というのだろうか。本棚には英会話や海外版の小説が並んでいた。語学を学びたいというのは本当だったようだ。キョロキョロするのは失礼だと思いつつ、つい見てしまう。上品な部屋の中に、昔から大切にしているような感じのウサギのぬいぐるみがあり、少し可愛らしいと思ってしまった。中田くん、お待たせ。スクールお疲れ様。ああ、いえ。現実に戻った俺は、高梨さんを見て再び固まってしまった。まだ少し濡れた髪を束ねて、首にタオルをかけている。胸元が広く開いた、太ももギリギリくらいの長さのキャミソールからすらりとした足が出ている。顔はすっぴんというには疑問が湧く綺麗さだ。ただ、いつものキリッとしたアイメイクに赤めのリップがないだけで、こんなにも可愛らしさが増すものなのか？中田くん？いえ、すみません。私こそごめんなさいね。お風呂間に合うと思ったんだけど。すぐ準備するわ。お願いだから、その格好で前かがみにならないでくださいと言ってしまいそうだった。俺は顔が赤くなっているのを悟られないように、カバンを漁るふりをして適当に返事をした。すると、だんだん美味しそうな香りが広がり、思わず顔を上げた。目の前には美味しそうなハンバーグとサラダにスープ、切ったバゲットが準備されていた。さあ、食べましょう。朝から仕込んでいたハンバーグ。私の得意料理なのよ。でも、勉強は。中田くんお腹空いてないの？まずは食べましょう。さっきからあっけに取られたままだったが、空腹には勝てず、俺たちは遅めの晩ご飯を始めた。美味しい。でしょ？やった。ワインも開けたいところだけど、授業前だから今日は我慢ね。小さくガッツポーズしながら、アルコールはお預けだとおどけて言う高梨さんは、とても魅力的だった。思わず自分がここにいる理由を忘れてしまうほどだった。プロジェクトメンバー、びっくりしたわよね。私の独断なの。中田くんはみんなの着火剤になってくれるような気がして、もちろん私も含めてね。けれど相談すべきだったと今は思っているわ。ごめんなさい。謝らないでください。確かに驚きましたが、高梨さんの真剣さも伝わってきましたし、俺も頑張りたいと思っています。こんな気持ち、入社して初めてなんです。無意識に彼女の方を見て話していたようで、高梨さんの驚く顔が目に入ってきた。中田くんの言葉ってストレートよね。日本人らしい遠回し感がないっていうか。気にしたことなかったです。すみません。フォークを置いて、今度は高梨さんが俺の方をじっと見ていった。いいの。だから嘘がなくて、なんだか嬉しいから。副業のことは絶対に言わないわ。一緒に、このプロジェクト、成功させましょうね。はい。高梨さんは食器を片付け、今度はコーヒーを入れてきてくれた。手伝うと言ったが、先生は授業の準備をして、と断られてしまった。俺たちは入れたてのコーヒーとともに、俺が用意してきたチェックシートを元に進めていった。高梨さんは英語ができないわけではない。仕事に支障はないレベルだ。だが、進めているうちに分かってきた。彼女はより上を目指している。周りからは厳しいと言われているが、高梨さんは自分自身にも厳しいのだ。本棚いっぱいに並べられた語学や資格などの本からそれは感じられた。何より、俺のことを黙っている代わりに出した条件とは思えないほど、彼女は真剣だった。この表現じゃわかりにくいかしら。伝わりますが、ここはいわゆるビジネス英会話の表現でいきましょう。履くと信頼がつきます。あとは、今後は
直接やりとりも増える可能性がありますし、スモールトークのバリエーションも増やしましょうか。なるほど。いつの間にかテーブルに置かれていたチョコを食べつつ、高梨さんは天井を見ながら復唱していた。まるで受験生のような格好に思わず笑ってしまった。あ、笑ったでしょ。真剣なのに。ごめんなさい。なんだか可愛くて。つい言ってしまった言葉だったが、高梨さんの反応は意外だった。顔を真っ赤にし、今になって自分の格好が気になったのか、目をそらしながらキャミソールを伸ばそうと下へ引っ張っている。それだと、足は守れても胸が大変なことになってしまう。変な空気が流れた。俺の心臓は持つのか？そろそろ電車の時間が迫ってきたので、個人授業は終了となった。今日はご飯までごちそうになってしまってありがとうございました。お礼を言うのは私よ。本当は泊まっていってくれていいんだけど、誰かと会うと大変だものね。本当にこの人は無意識にとんでもないことを言う人だ。そんなことできるはずがないのに。俺はまた明日と言い、高梨さんの家を後にした。また次回楽しみにしているわね。最後に言われたその言葉に、さっきの数時間の緊張がぶり返したのか、体が硬直してしまい、道を間違え、俺は危うく終電を逃すところだった。1ヶ月が経った。高梨さんは約束通り、俺の副業の件は誰にも言っていなかった。確認するまでもなかった。仕事での、厳しくも真剣な彼女を見ていれば、信用に足る人だということは、もう十分に分かっていた。個人授業も続いている。どうやら、時間を作って復習もしているらしく、本当に頭が下がる。そんな真面目な顔と、一緒にいる時に見せる、少し、いや、かなり警戒心の欠けた素顔。真面目に取り組んでいるとはいえ、一人の女性として意識せずにはいられなくなってきていた。そして今日もまた、高梨さんの家での個人授業を行っていた。今日はレッスンのない日だったので、いつもより早めに始めることにしたが、家へ着くと高梨さんは晩ご飯の準備をしていた。中田くん、お疲れ様。あと10分くらいかしら。ご飯できるから中で待っててね。高梨さん、いつもごちそうになってますし、俺の分まで作らなくていいんですよ。だって、2人で食べた方が美味しいでしょ？もしかして、まずかったかしら？それは絶対にありません。高梨さんはニコリと笑いキッチンへ戻っていった。うすうす感じてはいたが、この状況はいいのだろうか？意識しているのが自分だけなのが虚しかった。高梨さんにとって、これは普通のことなのだろうから。絶品の肉じゃがをごちそうになり、レッスンを始めた。やはり彼女は飲み込みが早い。前回やったことは完全に覚えている。あとは実践あるのみだと思い、会話の方へ重点を置くことにした。たまにわかりやすく悩む顔になる高梨さんに微笑みつつ、これが終わったらどうなるのだろうかと考えるようにもなっていた。全然気づかなかったわ。中田くん、外暴風雨よ。ほんとだ。電車、ダメだ。止まってますね。タクシー拾いますよ。知らぬ間に、外は天気予報を大きく外れ、嵐のようになっていた。正直、タクシーも危ういかと思ったが、もうそれ以外方法がない。申し訳ないが、傘だけ借りて帰ろうとした。その時だった。中田くん、今日は泊まってちょうだい。俺の鼓動は一瞬静かになり、そして、どんどん早くなっていった。夜に家へ行っても、ご飯をごちそうになっても、無防備な部屋着姿を見せられても、そこだけは超えてはいけないと思っていたからだ。どうすればいいのか考えていると、高梨さんはテキパキと布団の準備をしだした。ちょっと待ってください。ダメよ。これで中田くんが怪我でもしたら大変じゃない。部下が怪我するなんて嫌だわ。そうだ。高梨さんにとっては部下の管理なのだ。納得と、男としての魅力のなさを突きつけられたようで、
俺の鼓動はだんだん静まっていった。すみません。今日はお世話になります。その夜は眠れなかった。風が強くなったからじゃない。部屋が違うとはいえ、ドア一つ向こうでは高梨さんが寝ているんだ。気にするなと思ってもさすがに無理だった。水もらっていいかな。電気をつけたら悪いと思い、暗闇の中キッチンへ向かった。水を飲みながら、俺は物思いにふけっていた。いつかは終わる、この日々のことだ。たった1ヶ月なのに、俺の環境は大きく変わった。仕事もだが、高梨さんの存在だ。これは、副業を黙ってもらうためのことのはずなのに、自分の中で彼女と過ごす時間の重要性が大きくなってしまっていた。後のことはわからない。けれど、彼女の飲み込みの速さを考えると、この時間ももうすぐ終わるだろう。はは、仕方ないじゃないか。マイナス思考が高ぶり、つい声に出して言ってしまった。その時だった。俺はすぐそばにあった人影に気がついていなかったのだ。そして、その影は引き止めるように俺に抱きついてきた。嫌だ。影の正体なんて考えなくてもわかる。高梨さんだ。一体、何が起きたんだ？何か気に障ることでもしたのだろうか。嫌でも抱きつかれる理由にはならない。思わずよろけてしまい、俺は壁伝いにへたり込んでしまった。それでもなお、高梨さんは俺に抱きついている。座ってしまったことで、俺の太ももに彼女が座る形になってしまい、密着度はさらに上がってしまった。わけがわからないまま、絞り出して声をかけた。仕方ないなんてまた言わないで。やっと会えたのに。彼女は泣きながら、俺の背中に手を回し、さらに痛いほど抱きついていた。彼女の体のすべてが、どんどん自分に密着していく。緊張は高まっていったが、彼女の泣いている理由がわからないことが、少しずつ自分を冷静にしていった。暗いし、俺もこんな状態だ。きっと、誰かと勘違いしているのだろう。俺は彼女の頭をそっと撫で、少し目をそらし、声をかけた。高梨さん、俺は中田ですよ。大丈夫ですか？中田くん？あれ？私トイレに。あれ、ごめんね。まだ寝ぼけているような足取りで、高梨さんは俺からゆっくり離れ、部屋へ戻っていった。彼女にはあんなに抱きしめたい人がいるんだな。目はしっかり覚めてしまったが、体の熱が冷め切るまで、俺はそのままキッチンで座っていた。翌朝。おはよう中田くん。よく眠れたかしら？布団硬かったかしら？結局、昨夜はキッチンで寝てしまったらしく、さっき大急ぎで布団へ戻った。と同時に、高梨さんは起きてきたのだが、どうやら夜の一件はやはり寝ぼけていたのか、彼女の様子はいつも通りだった。深く考えるのはやめ、思い出すこともやめ、朝ごはんを軽くいただき、俺たちは一緒に会社へ向かった。夜とは違って、朝一緒に会社へ向かってるのを見られても、特になんとも思われないだろう。会社近くの駅で降りた時だった。いけない。昨日メールチェック夜にしていなかったわ。中田くん、ごめんなさい。私先に行くわ。ありがとう。いえ、お気をつけて。彼女は走って先に行ってしまった。その時、ポンと肩を叩かれた。ぶつかってしまったのかと思い後ろを振り向くと、そこには近藤さんがいた。近藤さんでしたか。おはようございます。おはよう中田くん。高梨さんと楽しそうに出勤しちゃって、よかったよね。偶然会っただけですよ。普通ですが。へえ、二人って駅同じだったの？俺初めて見たけどね。高梨さん、いつも一人で乗ってくるのにさ。近藤さん、同じ電車だったのか。しかも、高梨さんをいつも見ていただなんて。俺は白を切り続けた。だからたまたまなんですよ。俺も驚きました。そろそろ会社へ向かいたいのですが、
俺はあんたと一緒に出勤なんてごめんなんで、お先に。納得いかないといった一別の顔を俺に向けた後、早足で近藤さんは言ってしまった。余計なことが増えてしまったが、とにかく高梨さんにそれが向かないようにだけ気をつけておこうと思い、俺も会社へ急いだ。俺の考えすぎだったのだろうか。近藤さんは、俺への対応は相変わらずだったが、あとは特に何もなく、日々は過ぎていった。今夜もまた、俺は高梨さんの家での個人授業を行っていた。だが、高梨さんの英語力の伸びは、職場でも顕著に出ていた。知らぬ間に、本棚の教材も増えていた。先生、少しだけ休憩しませんか？実は、有名なケーキをいただいたの。休憩も、勉強には必要ですしね。準備するわ。高梨さんが準備してくれた紅茶ができるのを待っている間、俺は何気なしに本棚を見ながら聞いてみた。高梨さん、どうしてそんなに頑張るんですか？はじめは、俺をかばってくれたんだと思ってました。もちろんそれは感謝しています。でも、あなたの頑張りには仕事以上の明確な目標があるように感じて。そうね。少し長くて昔の話だけど、聞いてくれるかしら？はい。紅茶を継ぎ、一口飲んだ後、高梨さんは話し出した。私ね、小さい頃、クソガキだったの。は？もう、わがままで、お姫様気取りでね。気に食わないと、すぐ癇癪を起こすお嬢様だったわ。自分の思い通りにならないことなんてないと思ってた。そんな時にね、お隣さんができたの。同じ年くらいの外国の子だったわ。なんとなく気に食わなくてね、外人だからって調子に乗るなって言ったの。それは。わけわからないでしょ。外国がかっこいいって気持ちがあったのね。あの子の青い目とブロンドの髪がきっと羨ましかったんだわ。高梨さんはジェスチャーでケーキを食べろと俺に言ってきた。確かに美味しいケーキだったが、話の続きが気になって仕方なかった。後から知ったんだけど、とんでもない大金持ちの子だったらしくてね。世界中を飛び回るから学校には行かず、家庭教師をつけてたみたい。学校から帰ってきたらいつも家の庭で本を読んでた。顔を合わすことも自然と多くなって、学校が終わったら彼の家へ行くのが楽しみになってたわ。私にも友達いなかったから、私は彼のことをいつも羨ましがってた。ある日ね、彼が言ったの。はるかはとてももったいないねって。私は怒ったわ。でもね、彼は私の知らないこの国の素敵な部分をたくさん教えてくれた。日本が大好きだって。いつか一緒にどこかへ行きたいね、なんて。少女に戻ったような顔で楽しそうに。そして切なそうな顔を高梨さんはしていた。彼女にとってそれは鮮明な記憶なんだろう。高梨さんは飲もうとした紅茶を口元まで持っていき、飲まずにソーサーの上へ戻した。彼は結局また海外へ行ってしまったけど、彼が好きだと言ってくれたこの国を世界へ発信していたら、どこかでまた繋がれるかもしれない。改めて話すと壮大な話ね。恥ずかしいわ。照れ隠しのように高梨さんはケーキを頬張った。人の縁に子供も大人も関係ない。ほんの少しの出会いがその後の人生を変えるものになったのか。もう十分なのに、まだまだ頑張れるなんて、本当に高梨さんにとって大切な思い出なんだろう。中田くん？あ、いえ。教えてくださってありがとうございます。恥ずかしいから忘れてね。あ、でも中田くんに感謝してるのは忘れないでほしいわ。二人で笑い合いながら、その日の授業は終わった。そして、それが最後の授業となった。1週間後、そろそろプロジェクトも大詰めになってきた頃だった。気持ち早めに出社したつもりだったが、オフィスには先客がいた。椅子に浅く腰をかけ、デスクに突っ伏すのを抑えるように、拳で額を支え、じっとしている。おはようございます、高梨さん。早いですね。あ、俺の声に驚いて、
顔を上げた高梨さんの顔は、唇から色が失われていた。中田くん、おはよう。修行したら一緒にちょっといいかしら。はい。尋常ではない高梨さんの状態を見て、良いことではないことを悟った。気もそぞろの朝礼を終え、俺は高梨さんとオフィスを出た。無言の高梨さんに連れられて行ったのは、めったに来ることはない場所。社長室だった。高梨さんがノックし、俺も流れのまま中へ入った。そこには、久々に見る社長の顔、人事部長、そして、なぜか近藤さんが立っていた。君が中田くんかな？はい。ふむ、はるか、お前はもう戻りなさい。社長、いや、高梨さんにとっては父親なわけだ。戻れということは、やはりここに呼ばれた原因は、俺だということだ。いえ、上司として私も詳しく聞かせていただきます。ぐっと前を見て言い切った高梨さんに、軽くため息をついた社長は、目線を人事部長へ送り、話を促した。中田くん、君、この英会話スクールに見覚えは、もちろんありますよね。ここにいる近藤くんから人事に通達があってね。こちらとしても調べさせてもらった。ここまで言えば、もうわかるね。言葉が出なかった。ついに、この時が来てしまった。いやー、私もね、びっくりしましたよ。中途採用でせっかく入社できたのに、まさかあの中田さんが、社内規定破って副業なんて。私も悩みましたが、会社のためを思うと放っておけなくてですね。中田さん、恨まないでくださいね。言葉の丁寧さとは裏腹に、近藤さんは勝ち誇った顔でこちらを見てきた。しかし、俺からは言い返せなかった。社内規定違反に間違いはないからだ。何より、横で唇を噛み締めている高梨さんに、これ以上迷惑はかけられなかった。申し訳ありませんでした。ああ、今月中に解雇となる。高梨さん、後の引き継ぎは、しっかり頼みますね。人事部長の言葉には答えず、軽く会釈だけをして、高梨さんは社長室を飛び出した。俺もそれを追いかけるように部屋を出た。高梨さん。俺は高梨さんの腕を掴んだが、高梨さんはこちらを振り向かず、体の震えを抑えるかのように、背中を丸めたかと思うと、何も言わず言ってしまった。俺は追いかけることもできず、オフィスに戻る気にもなれず、頭が空っぽになった状態で、ふらふらと廊下を歩いていた。これからどうしようか。プロジェクトはどうなる？もう高梨さんとも会えないな。自分でも何に悩んでいるのかわからないほど、頭がぐるぐるしていたとき、曲がり角から声が聞こえてきた。高梨さん、落ち着いてくださいよ。まあ部下の不祥事が早く明るみになってよかったじゃないですか。プロジェクトが本格的に動いてる時なら大変でしたよ。リスクマネジメントです。これでよかったんですよ。どうやら近藤くんと高梨さんが話しているようだった。自分の話をされていると分かりつつも、俺はつい聞き耳を立ててしまった。高梨さんの言葉が聞きたかった。近藤くん？どうしてこんな…いやだって悪いのは中田くんですよ。高梨さん、あいつをプロジェクトメンバーへ入れたり、一緒に通勤したり、最近仲良かったみたいですけど、違反は違反。見逃すとあなたが大変な立場になるんですよ。だから俺がわざわざ調べて守ってやったんじゃないか。わざわざ中田くんのこと調べたの？それは、あれだけ定時に執着してるのは何かあるとずっと思ってたんですよ。あなたに迷惑がかかる前に、あなたのためにしたことだ。なんでそれを分かってくれないんですか？お願い。今は一人にして。少しの沈黙の間、どかどかと足音が去っていくのが分かった。今隠れている柱の逆側には、高梨さんがいる。俺が全ての根源なのに、声をかけるなんてしていいのだろうか。そうだ、俺が悪い。だから、彼女が悲しむ必要なんてないんだ。俺はそっと柱から離れ、高梨さん側へ足を向けた。彼女は顔を両手で覆い、
今にも座り込んでしまいそうな状態だった。高梨さん。中田くん、なんでここに？両手を離した高梨さんは、泣きそうな目と悔しそうな口元。自分でも感情のコントロールが効かないといった顔だった。そのおかげか、俺はだんだんと気持ちに整理がついてきた。中田くん、ごめんなさい。ごめんなさい。私、あなたを守れなかったわ。いいんですよ。社内規定は絶対です。それより、高梨さんのおかげで、本当に楽しい時間を過ごせたんだからラッキーです。高梨さんは俺の袖をつかみ、泣きながら俺を見つめた。中田くん、やめないで。いなくならないで。お願いよ。無理なことはきっと、高梨さんもわかっているんだろう。プロジェクトのこともあるだろうが、泣きながら引き止めようとしてくれるだけで、俺は嬉しかった。このプロジェクトの重要性は、社長ももちろんご存知です。本当なら、即解雇でもおかしくないのに今月中にしてくれた。ギリギリまで一緒に働かせてください。俺たちは、高梨さんが泣き止むまで、ずっとそこに立っていた。高梨さんは、オフィスに戻るまで、ずっと俺の袖を掴んだままだった。自分で選んだ道が招いた結果だ。最後の時まで、高梨さんを支えていって、それでさよならだ。高梨さんが泣き止むまでの間に、俺の最後の気持ちの整理もついた。その日から、俺は仕事の引き継ぎをすぐにできるよう準備を進めつつ、プロジェクトの方へもより一層力を入れていった。英会話スクールの方も休みをもらい、仕事に集中した。おそらく今日が終われば、正式に解雇通知が来るだろう。今日は、プロジェクトを本格化するにあたって、最重要難関の日、プレスリリースが行われる。大手旅行会社が本格的、かつ一新したツアープロジェクトを開始する。関係各所、海外メディアも呼んでの大掛かりなものだ。まさに社運をかけてと言っても過言ではなかった。会場セッティングが進む中、俺は高梨さんと原稿の最後の確認をしていた。他のメンバーは会場確認のため、先に大会議室へ向かっている。あっという間に、今日が来てしまったわね。はい。でも、今日まで頑張ってきたから、大丈夫ですよ。緊張してますか？それは、緊張もあるけれど。言いかけて、高梨さんは資料をデスクに置き、廊下へ出て、俺を手招きした。窓を全開にし、心地いい風に吹かれている。俺もその横に立った。しばらく二人で空を見つめながら、風に吹かれていると、ふと、高梨さんが俺の手を握った。驚いて彼女の方を見ると、少し眉を下げながらも、にっこりと笑っていた。中田くん、私を見届けてね。風に吹かれ、日に照らされた高梨さんは、本当に綺麗だった。俺は握り合った手に、もう片方の手を重ね、笑顔で言った。もちろんです。俺の言葉にさらに笑顔を向け、高梨さんはオフィスへ戻っていった。そろそろ移動しなければいけない時間だ。俺はモニターチェック担当だったので、別室にはなるが、高梨さんを最後まで見守れることに感謝をしていた。その時、オフィスからドタドタと音が聞こえてきた。なんだ？俺はオフィスへ急いだが、そこには明らかに尋常ではない光景があった。嘘、ない。さっき確かにここに置いたのに、パソコンデータは？ない。中田くん、原稿がないの。俺も急いで一緒に探したが、見当たらない。ギリギリまで話し込んでしまったせいで、もう時間はなかった。主軸である彼女が会場にいないと、さらにややこしくなる。不安で泣きそうになっている高梨さんを落ち着かせ、会場へ向かわせた。ファイルをここへ置いたのは俺も見ていた。考えを巡らせているうちに、気がつくともう開始時間になっていた。俺は、形だけの別の資料を持って、走る勢いのまま、会場の扉を開けた。すでに、プレスリリースは開始しており、ちょうど司会が彼女の名前を呼んだところだった。顔面蒼白で立てないでいる彼女の肩をポンと叩き、俺は壇上へ向かった。俺自身も緊張しなかったわけではない。けれど、
これは最後の恩返しだ。内容を思い出し、俺はプレゼンを始めた。滞りなく進める俺の行動に、社内の人間はあっけに取られているようだったが、問題はこの後の質疑応答だ。ここには数カ国の関係者が来ている。日本語、これは問題ない。次は英語だった。もちろん問題ない。ドイツ語か、英語で答えてもいいが、プロジェクトの箔がつくだろう。俺はそのままドイツ語で答えた。確実に質問が来ると思っていた韓国、中国語も合わせた言語で回答した。最後はロシア語だった。近年日本文化が人気の国だ。使うのは少し久々だったが、無事返答した。他に質問はありませんか？最後に俺が日本語でそう言うと、会場から拍手が巻き起こった。俺は一礼して壇上を降りた。一体どういうことなんだよ。唯一の会場担当だった近藤さんが、あっけに取られた顔でそう言ってきたが、今は高梨さんのことだけが気がかりだった。ちらりと高梨さんを見たが、目を丸くし、両手で口を押さえている。それから、個々での質問に答えながら、来場者を見送り、プレスリリースは幕を閉じた。オフィスへ戻った途端に、俺はみんなから囲まれてしまった。中田さん、英語だけじゃなかったんですか？マジでかっこよかったですよ。でも、なんで中田さんが？みんなの前で言うのはフェアじゃないのかもしれない。けれど、たまたまうまくいっただけで、一歩間違えれば、会社を巻き込んでの大惨事。そして、その責任は高梨さんになるところだったんだ。俺は、デスクで腕を組み、貧乏ゆすりをしている彼の元へ行った。近藤さん、どうしてこんなことを？何のことですかね？俺のその言葉を聞き、駆けつけてきたのは高梨さんだった。どういうこと？高梨さんが会場へ向かった後、申し訳ないが、デスク周りを拝見しました。俺は、ビニール袋に入ったビリビリに破られた書類を出した。大雑把に破られた書類からは、プロジェクト名と高梨遥という名前がしっかり見て取れた。俺と高梨さんが廊下へいた時ですよね。オフィス内に隠れ、書類を盗み破いた。大きな音は出せないから、こんな大雑把になったんでしょう。高梨さんがパソコンを開いたままだったのは偶然だったんでしょう。ファイルも消して、高梨さんを貶めようとした。ギリッと歯ぎしりをし、近藤さんは椅子を投げ倒し、立ち上がって激高した。それを俺がやったって証拠ないですよね。君がやったのかもしれないじゃないか。それはありえないわ。中田くんは私と廊下にいたんだもの。私は他の人がやったとも思えない。みんなの目は懐疑心に満ち、近藤さんを見ていた。近藤さんは高梨さんに掴みかからんとばかりの勢いで叫んだ。高梨さんが、あなたが悪いんでしょ？俺はあなたのためを思って全部行動したのに、俺を特別視しない。このくらいの罰を受けるべきなんだ。近藤さんはハッとした顔をした。最後の言葉が決定打になってしまったのだ。わなわなと震えたまま、倒れた椅子を蹴り上げ、近藤さんは出て行ってしまった。オフィスは静まり返っていた。この件は上に報告します。皆さん、今日はお疲れ様でした。定時で上がってくださいね。気がつけば、もう17時だった。みんなそれぞれにオフィスを出て行き、俺と高梨さんだけになっていた。定時に上がってと言いながら残ってしまったわね。お礼を忘れていてごめんなさい。助けてくれてありがとう。中田くん、英語以外も得意だったのね。親の仕事の関係で、小さい頃は世界中飛び回ってたので、役に立ってよかったです。役に立ったなんてものじゃないわ。中田くんは会社も、私も救ってくれたのよ。なのに。高梨さんの言いたいことは分かっていた。プレスリリースが終わった後、高梨さんが帰ってくるのが遅かったのは、おそらく社長へ直談判へ行ってくれていたのだろう。結果は、高梨さんの表情が語っていた。最後に、あなたの役に立てた。それで十分なんです。うつむく彼女に笑っていて欲しくて、俺も精一杯の笑顔で彼女の肩を叩いた。中田くん、
打ち上げしましょうか。お礼も兼ねて。いいですね。俺たちは、今や懐かしい、あの日の居酒屋へ向かうことにした。その日は農残業デーだったのを忘れていた。駅前は人混みがすごく、意図せず、俺たちは肩を合わせながら歩いていた。こんなこともこれが最後なんだと考え事をしていたのが良くなかった。俺は前から来た人に思いっきりぶつかってしまった。それも運悪く、その人が持っていた缶コーヒーを顔にかぶってしまった。すみません、大丈夫ですか？俺は大丈夫っす。こっちもすみませんでした。ぶつかった人がいい人でよかった。しかし、目に入ったコーヒーが痛く、急いで顔を拭いた。その時、今度は逆側の腕を道につける勢いで引っ張られた。うわ、高梨さん、どうかしましたか？どういうこと？驚きつつも自分の目に違和感を感じ、さっき顔を拭いたハンカチを見てみた。そこには、勢いよく拭いたせいで外れてしまった固めのコンタクトがあった。カラーコンタクトしていたの？中田くん。何も言わず去る決意はできていたのに、力いっぱい俺の手をつかみ、話してと言わんばかりに見つめる高梨さんからは逃れられなかった。俺はもう片方のコンタクトも外し、高梨さんに見せた。俺、ハーフなんです。髪は黒染めしてますが、前の会社ではこの見た目のせいで、英語に対する過剰な期待と、それに比例して増える仕事量に耐えられなくて、今の会社に入るときは見た目も変えていたんです。はは、最後にバレてしまいましたね。旅行会社の大変さは分かっていました。給料のことも、金銭面を考えたら、他の道をと周りからも言われてた。でも、夢を諦めたくなかったんです。高梨さんは腕を引っ張るのをやめ、少し近づき、俺のジャケットを握った。夢って何？この国を、俺の大好きな日本を世界中に知ってもらいたい。高梨さんは泣きそうな顔をしながら、俺の方へ手を当てた。あの日、俺が日本を立つことを伝えた時も、そうやって泣かせてしまったね。ごめんね、はるか。周りの雑踏も気にせず、高梨さんは俺の首元へ抱きついてきた。首には彼女の涙が、耳元では彼女の抑えた泣き声が響いている。もう、なんで言ってくれなかったの？私ずっと待っていられなくて。いてて。あの日もはるか怒ったね。俺が親の仕事なんだから仕方がないって言ったらさ。怒るわ。私が言って欲しかったのはそんな言葉じゃなかったもの。また会えるって言って欲しかったのよ。うん。俺ははるかを体から離し、少し髪を直してあげながら言った。あの頃と比べて、俺の環境は大きく変わった。両親が亡くなって、会社も他人に渡ってしまって、俺には何も残らなかった。親戚も少なくてたらい回し。今も妹一人守るのさえろくにできてない。だから、はるかが俺のことを覚えてくれていたと分かっても、言い出せなかった。君の思い出の中の俺は、もういないんだから。静かに息を吐き、もう本当にこれで最後だと言い聞かせ、俺ははるかの目を見た。もうこれで本当にお別れだ。子供の頃の俺も、一緒に夢に迎えた俺も、君の思い出になれただけで嬉しいよ。言うや否や、周りが振り返るほどの大声が響き渡った。バカ！いつもどこか上品さのあったはるかの、こんなに大きな声を聞いたのは初めてだった。本人も初めて出したといった感じで、肩で息をしている。バカ！私だって色々あったわ。金持ちいびりなんてしょっちゅうだったし、わけのわからない旅行の文句言われたり、コネ入社って陰口も、それでも、あなたがくれた夢だもの。追いかけたかったし、言ったでしょ？いつか会えるかもって思ってるって。頭に浮かんだ言葉をとにかく吐き出し、ようやく息も整ったのか、自分で自分の体を抱き、下を向いていた顔を俺に向けてはるかは言った。私の初恋、どうしてくれるの？俺はもうすぐ無職になる身だよ。
答えになってないわ。横を向き涙をこらえているはるかの顎を持ち、顔をこちらへ向けた。あの日、お別れすることを仕方がないと言って怒らせてしまったことを、ずっと後悔していた。ようやく再会できた彼女に、二度とあんな顔をさせたくはなかった。俺はそのまま力いっぱいはるかを抱きしめ言った。俺の初恋も、ようやく実ったよ。はるか、愛してる。お互いの肩に、お互いの顔を沈め、10年以上の時間を一気に埋め尽くした。我に帰った時、周りには酔っ払いたちの祝福の嵐が巻き起こっていた。翌日、俺とはるかは社長室にいた。社長が入室すると同時に、俺たちは一斉に頭を下げた。社長、規定違反のことは重々承知しています。ですが、先日のプレス、中田くんの力がなければ失敗していたことはお伝えした通りです。どうか考え直してはいただけませんか？それとこれとは別の話だろう。でしたら、副業に気づけなかった私もやめます。はるかには一切口を出さないでくれと事前に言われていたが、やめるだなんてそんなことはさせられない。俺が話そうとする前に社長が口を開いた。彼だけ特別扱いするわけにはいかん。それは能力とは関係のない話だ。それを許してしまうと、やったことの大きさは違うとはいえ、解雇した近藤くんはどうなる？結局うまくいったのだからと許すのか？中田くんの解雇は明日付で決定だ。はるかも反論ができなくなっていた。俺はもう十分だと、そっとはるかの背を叩いた。まあ、あさってから就活に励むことだ。そういえば、プレスの反応は上々でね。新たな部署の立ち上げが本格始動するのだが、部長予定の者が、能力と信頼のある人材を探しておったな。話を聞いておくのも一つの道かもしれんな。社長、ありがとうございます。一応、君が社員なのは明日までだ。早く行きなさい。俺は社長にもう一度大きく礼をし、はるかと目を合わせ出て行った。社長、ありがとうございます。筋は通さないといかん。だが、彼の評判が業界で高くなっているのも事実でな。いてほしい人材でもある。いろいろな面で、うちも転換期だな。私も精一杯頑張ります。心から笑っているはるかを見ながら、社長はにんまりと笑った。まあ、父親として、娘の初恋の応援も兼ねてな。パパ？社長が俺のことに気がついていたのは後から聞いた話だ。数ヶ月が経った。俺は新しい部署で日々忙しく過ごしている。少数精鋭といったところか、オフィス内は日本語以外の方が多く飛び交っている。そんな部署だ。給料も上がり、副業をしていた頃以上になった。はるかとも順調だ。ほとんど一緒に住んでいるようなものだったが、個人授業はまだ続けている。前以上に素のはるかを見るようになったからだろうか。プラン会議で真面目な顔をしているはるかを見ていると、たまに笑顔になってしまう。今夜もその件で俺は怒られていた。もう、空くんに笑われてるって思うと緊張しちゃうんだから気をつけてね。ごめん。むくれるはるかの頭を撫でてご機嫌を取る。すると、はるかは俺の胸元へ入ってきて、上目遣いでじっと見てきた。黒染めもカラコンもやめたから、まだ見慣れないのだろうか。私、ずっと考えてたの。子供の頃、空くんははるかって呼んでたでしょ？私はなんて呼んでたのか思い出せなくて。あの頃のはるかは、全く英語に疎かったからね。どういうこと？聞いたらきっと、はるかは顔真っ赤になるよ。大声で俺のこと呼んでたから。はるかはその体勢のまま首に抱きつき、教えてと言ってきた。俺は彼女の頭を撫でながらそのまま顔を近づけ、耳元で教えてあげた。ダーリン、また呼んでくれるかい？はるかは顔を真っ赤にして、俺を見たかと思うと再び顔をうずめてしまった。俺は今日も勉強はお預けかなと思いながら、
彼女の頭を撫で続けた。一つの言葉、一つの出会いで人生が変わることもある。そうやっていい方向にも悪い方向にも行く可能性を人は持っている。責任も可能性も開くことも潰すこともある。そのくらい大きな力だ。俺たちはその力の大きさを人生いっぱいをかけて学び、時には後悔し、そして大きく感謝して生きていくのだろう。すごい。完璧じゃないですか。普通なら2日かかるところを実質1日で仕上げるとは。本社に来てから宇野さんのことをいろいろと耳にしました。悪い噂ばかりでしたが、私は信じられなかった。あなたは一体何者ですか？部長に頼まれ、取引先の資料を作成すると、部長が驚いた顔をして俺を見てきた。俺は会社から給料泥棒、会社のお荷物と言われる目立たない平凡な平社員だ。ただ、俺を一人の人間、社会人として扱ってくれた部長の力になりたかっただけ。そして、この部長との出会いが、俺の人生を180度変えることとなる。俺の名前は宇野圭吾。しがないサラリーマンだ。うちの会社の営業には2つの部があるが、その格差は大きい。営業一部が成績優秀者ばかり集めたエース部隊。部内での激しい競争を勝ち取れば、出世街道に乗ったも同然。年齢に関係なく、どんどん待遇が良くなっていく。逆に営業2部は並以下の成績しか取れない営業マンばかり。俺は2部に属して久しい。俺はあることがきっかけで上から使えないやつとの烙印を押されて窓際に押しやられてしまった。それ以来出世とは無縁。営業とは名ばかりで押し付けられた雑用を黙々とこなしている。営業2部に所属していても少しでも成績を上げて一部への移動を目指す者も多い。そんな奴らからすると、俺の存在は歯がゆいらしい。宇野さんって何しに会社来てるんだろう。派遣でもできる仕事しかやらなくて、いい給料もらってさ。マジで給料泥棒だよな。いい迷惑だよ。万年平社員、会社のお荷物。後から入社した若い社員からも陰口を叩かれる始末だ。別にそれでもいい。会社を辞めないのは生活のため、違う会社で一から頑張ろうという気になれないだけだった。営業一部は部長の鈴本くん以下、毎月優秀な成績を収めて会社に貢献してくれる。私としても鼻が高いよ。それに比べて営業二部は、とにかく一部を見習って精進したまえ。月初めに行われる営業部門の全体会議、営業本部長による成績優秀者への表彰をはじめ、一部を持ち上げ、二部をけなす。そうして競争を煽る、毎度の流れだ。仕方なく出席しているが、見飽きた光景にあくびが出そうになる。俺にとっては退屈な時間だった。会議を終えて退出しようとしたところで、先ほど褒めたたえられた鈴本浩二が部下たちと談笑しているそばを通り過ぎようとした。聞きたくもなかったが、会話が耳に入ってきた。いいか？この世はすべて競争だ。常に勝者とならねばならない。一部でも年若い部員たちはキラキラした目で浩二を見て大げさにうなずいている。まるで教祖と信者みたいだ。敗者は惨めだぞ。見ろ。我が社でも最も惨めな敗者を。あんな風になってはいけないぞ。視線を感じて振り返ると、鈴本が俺を指さしてニヤニヤしていた。あの人って確か部長と同期ですよね。随分と差が開いたもので。これも部長のおっしゃる通り、勝者と敗者の違いか。
周りにいる社員たちも見下した表情を浮かべていた。俺はそこから逃げ出すように去るしかなかった。ある日のこと、臨時の異動があった。営業2部の部長が変わるというのだ。成績の振るわない2部に手こ入れするため、海外から切れ者がやってくるとの噂だった。新部長の名を立花明という。俺よりも5つも年下だった。海外支社で要職を務め、今度は本社の部長。若くして部長になるほどだから、よほど自信に満ち溢れた傲岸不遜な人物かと思いきや、全くそんなことはなかった。海外暮らしが長かった上、こちらの営業については何も知りません。それに、私は細かすぎて融通が利かないとよく言われます。宇野さんはベテランと聞きました。ご指導のほどよろしくお願いいたします。新部長は俺に対しても丁寧な姿勢で接してきたのには驚いた。初日だけでなく、数日経っても変わらなかった。いろいろと相談に乗っているうちに分かった。細かすぎて融通が利かないと言っていたが、いわゆる石橋を叩いて渡る慎重なタイプ。基本に忠実でミスを犯さないのだ。それでいて誠実な人柄なので部下にも慕われる。年下であっても彼を上司に持つことができて幸せだと思った。それから1ヶ月近く経った頃だった。俺は部長が困り顔しているのを見かけた。どうしました？宇野さんですか。実は、取引先に持っていく大事な資料の一つが出来上がっていないことに気づいたという。めぼしい部員は出払っている。残っている部員では経験不足で任せられない。いいですよ。私が作ります。いつまでですか？明後日の朝一までなのですが、大丈夫ですか？まあ、なんとかなりますよ。前の部長なら断っていたことだろう。彼のためなら一肌脱いでやろうと思った。次の日の定時を過ぎた頃、なんとか資料は出来上がった。昔取った杵塚だ。この内容なら問題ないだろう。俺が提出した資料に目を通した部長は、驚きの表情を浮かべた。すごい！完璧じゃないですか。普通なら2日かかるところを実質1日で仕上げるとは。取引先ってあそこだったんですね。確か社長は和菓子に目がなかったはず。買っていけば多少は好意的になるかもしれませんよ。俺は営業2部に配属されて以来、新規開拓の営業はしなくなった。いや、させてもらえなくなった。比較的時間に余裕があるので、昔世話になった顧客周りだけは欠かさない。今回、新規システム導入のプレゼンに行く取引先の社長は、俺が駆け出しの頃に世話になった恩人だった。俺が昔を思い出していたら、何やら思案していた部長から肩をつかまれた。明日のプレゼン、宇野さんも来てください。笑顔を浮かべつつも、有無を言わせない口ぶりだった。結果的に部長自ら行ったプレゼンは大成功を収めた。見た目はおとなしそうな印象なのに、海外仕込みの営業トークの効果は絶大だった。帰り道で俺が褒めると、部長は俺が作成した資料が良かったからだと謙遜した。本社に来てからあなたのことをいろいろと耳にしました。悪い噂ばかりでしたが、私は信じられなかった。実際、今日は宇野さんのおかげで成功したようなものです。あなたは一体何者ですか？なぜ2部でくすぶっているのです？噂は本当ですよ。冴えない万年平社員ですって。ただ、今回は部長のために頑張ろうかと思っただけでして。納得のいかない部長を前にして、俺は何とかごまかしたのだった。それから月日が経った。部長は俺を気にかけて、折に触れて話しかけてくれるが、ただでさえ忙しい人だ。俺を取り巻く状況は変わることなく、今まで通りに過ぎていった。だが、ある日のこと、いつも通りに俺が定時に上がろうとしたところ、
部長が大層深刻そうな顔をしていた。そういえば、部長は最近悩んでいる様子だったことを思い出す。部長のあまりの深刻な顔を見て、俺は思わず声をかけた。部長、何か悩み事ですか？何か手伝えることがあったら言ってください。部長のためなら、微力ながらお手伝いさせていただきますので。ここじゃまずいので、場所を移しましょう。何やら重い話に巻き込まれそうな予感がしたものの、俺には断る選択肢はなかった。営業一部で不正が行われているようです。予想は当たってしまった。俺にとって営業一部は鬼門のようなものだ。何も言えずにいる俺に対して部長の話は止まらなかった。きっと一人で抱え込んでいて誰かに打ち明けたかったに違いない。おそらく社員一人の独断ではありません。上からの指示があるのかもしれない。不正を内部告発した社員は守られる。そうしないと会社の自浄効果は発揮できない。理想であるが現実はそううまくはいかない。私はね、曲がったことが嫌いなんですよ。前に言った支社でも不正を見つけて支社長に進言しました。しかし事実が明らかにされることはなく、内密に処理されたようです。私は本社に移動。栄転させたのだから黙っていろということなんですよね。まったく、組織にいる以上、正義を貫くことはできないんですかね。部長は自重するように言った。言っていることが胸に響いたのは確かだ。だが、その時の俺は何も答えられなかった。その日から部長の顔色が日に日に悪くなるのが分かった。彼自身の心情に背いたまま手をこまねいているのは精神的衛生上悪いに違いない。会社の中で唯一俺に誠意を持って接してくれた部長をこのままにしておけない。俺は悩んだ末に相談を持ちかけた。一人で悩んでいても何も変わりません。詳しく話してください。一緒に考えましょう。俺に問いかけられて、ようやく部長はうなずいた。不正内容は部長個人のノートパソコンに記録されていた。一通り読んだ俺は大ごとになると感じた。部長が迷うのも仕方ない。だが、このまま黙っていては会社のためにもならない。これを明るみにしましょう。しかし、またもみ消されてしまうのではないでしょうか。私だけでなく、宇野さんまでどんな仕打ちを受けるか。ここまで来たらどうなっても構いませんよ。なんなら私の名で告発したっていい。俺は覚悟を示したが、部長はまだ迷っているようだ。そこで俺は過去を打ち明けることにした。今じゃ信じられないでしょうが、かつて私は営業一部でバリバリ働いていました。部の中でトップ争いをしていたこともあったな。あれから10年くらい経つのか。はるか昔のように感じられる。部長は一瞬考えた後、そういうことだったのか、と合点が言ったようにうなずいていた。ある時、部長から不正を持ちかけられました。会社としてどうしても取りたかった最大手企業との契約を前に、競合していた他社を蹴落とすためです。私はどうしても受け入れられなかった。不正に手を染めて勝ち取ったとして何になるというんでしょうか。もしも明るみになってしまったら、会社が多大なダメージを負うというのに。俺の告白を部長は黙って聞いている。何度もうなずいているのは同意の表れだ。私は部長の提案を蹴りましたが、受け入れた奴がいた。それが今の営業一部で部長をしている鈴本浩二です。あとはお分かりでしょう。会社は契約を勝ち取った。よほど巧妙に隠したのか、不正がバレることはなかった。鈴本は名を挙げて課長補佐に昇進。見事出世コースに乗った。不正による勝ちの旨味を知ってしまったらやめられない。鈴本は功績を上げ続けていたが、それは
嘘で塗り固められている。一方で、俺は真っ当な営業活動で成績を上げようと、上から評価されなくなった。次の年度、営業2部への移動が言い渡された。それ以降、俺は会社に嫌気がさし、嘘でまみれた仕事に身が入らずに今日まで来てしまった。だから、他人事とは思えないんですよ。部長、あなたはまだやり直せる。私と同じようになってほしくないんですよ。話を終えた後、しばらく沈黙が続いた。部長は黙り込んだまま思案にふけっているようだ。10分か20分か。部長は決意を秘めた顔をして口を開いた。よく話してくれましたね。確かに不正をしている人ばかりが評価されているなんておかしいです。それに、宇野さんは本当は仕事ができる人だ。今の待遇は会社にとっての損失です。そして部長は自分にいい考えがあると言った。俺と部長は二人のため、会社のため、このままにしてはおけないと作戦を練った。ある日のこと、俺と部長は営業一部の部長、鈴本浩二を呼び出した。何の用かね。私は君たちと違って忙しいのだ。彼は俺たちを鋭い目つきで睨みつけた。相変わらず厚顔不遜な男だ。では、単刀直入にお聞きしましょう。鈴本さん、不正を行っていますね。部長がプリントアウトした資料を見せた。そこには数年間にわたって鈴本の指示によって行われた不正行為の実態が時系列でまとめられていた。こちらはこれだけの事実をつかんでいる。普通だったらバレて狼狽してもおかしくないだろう。だが鈴本は資料を一別しても顔色一つ変えなかった。ほう、よく考えたものだ。だが妄想は大概にしたまえ。証拠もなしにこんなヨタ話を聞くほど私は暇ではない。これ以上言いがかりをつけようものなら名誉毀損で訴えてやるぞ。鈴本が白を切るのは予想していた。そこで俺が一枚のプリントを提示した。証拠ですか？ならばこちらのメールはいかがですか？リベートを提供する代わりにこれまでの2倍の受注とする密約を結んでいますね。この事実が社外に知れたら我が社がどれだけのダメージを負うかわからないあなたではないはず。なぜそれが？うかつでしたね。CC にメーリングリストが入ったままでしたよ。おそらく不正に関するメールは直接か腹心の部下しか入れずにやり取りしていたのだろう。だが通常の業務メールに続けて全員に返信で送ったため無関係な社員にまで知られてしまった。部長がまとめた資料をもとに営業だけでなく大勢の社員に聞き取りをした。また情報システム部にも調査を依頼して彼が発信したメールを日付を絞って読んでいった。その甲斐あってようやく掴んだ不正の尻尾だった。目に見える不正の証拠を突きつけられた鈴本の狼狽は明らかであった。俺のせいじゃない。それは上からの指示でやったんだ。俺はしたかっただけだ。上って誰ですか？問い詰められてもすぐに口を割らなかった。その場しのぎの向上を考えているのだろう。わかりました。じゃあ、私が今度部長会議に持ち込んで。わかった。言う。指示した相手には黙っているという条件で、彼の口から明かされたのは湯川常務の名だった。鈴本が出世し、俺が干されるきっかけを作った元営業一部の部長、因縁のある人物であった。部長は容赦なく鈴本を問い詰めた。彼が営業一部の部長に昇進してから現在に至るまで、湯川常務の指示によって不正が続けられていた。営業一部の抜群の成績は不正な手段によって築き上げられてきた砂上の楼閣であった。俺だって
好きで不正してきたわけじゃない。どんな手段であろうと勝たなきゃダメなんだ。宇野、お前だってわかるだろう。落ちこぼれの烙印を押されたお前ならな。いや、わからないな。まっとうに働いて成果を上げてこそ報われる。その方が健全だ。お前はいいよな。昔のお前は仕事ができてみんなに評価されていた。俺が上に行くにはこれしか方法がなかったんだ。お前に俺の気持ちは一生わからないさ。鈴本はふてくされた表情で口を歪めた。普段の自信に満ちた姿はすっかり影を潜めていた。自業自得としか思えない。さらに追い打ちをかける。しっかり撮れていました？ええ、バッチリです。俺が見せたのはボイスレコーダーだ。おい、話が違うぞ。正直に言えば常務には言わないって。ええ、約束通り、ゆかは常務には黙っていますよ。そもそも常務に報告したってもみ消されるのが目に見えています。その代わり別のところに提出しますよ。別って、あなたが知る必要はありません。部長は冷たく言い放った。いずれにしろもうおしまいなのは間違いないことを悟ったのか。今度こそがっくりとうなだれたのであった。俺たちがボイスレコーダーと一連の不正をまとめた資料を提出したのは会社のトップ、つまり社長だ。俺では受け付けてはくれなかっただろう。部長が根回ししたおかげだ。社長は今回の不正を重く受け止め、緊急会議を開いた。そこで不正に関わった湯川常務と鈴本は共に子会社の工場へと左遷となった。鈴本はその後、工場勤務が耐えられず退社したと聞いた。一方、会社は監査部に特命チームを設立した。部長と俺は不正を暴いた功績が認められ、部長はチームリーダーに就任。俺はサブリーダーに任命された。主な業務は、社内で違法行為が行われていないかチェックすること。そのためには、広い範囲の法律を知っていなければならない。もともと優秀な部長はともかく、俺は勉強の毎日だ。それでも仕事が楽しいと思えたのは久しぶりで、やりがいを感じるようになっていた。いくら成績を残したくても、不正をして勝ち取ったものならば、それは嘘で塗り固められたもの。嘘のメッキは必ずいつかは剥がれる。少しずつでもいい。嘘偽りのない方法で胸を張って歩いていけたらと思う。やめて、こっち来ないで。会社の面接に向かうため、駅周りに乱立する雑居ビルの間を抜けていると、近くで女性の声がした。切羽詰まった叫び声に、俺は足を止めて、声の方へと足を向ける。錆びれたビルの陰で、小柄な女性が男性に腕をつかまれていた。ちょっと、何してるんですか？男は俺を突き飛ばすと、大通りの方へ走っていった。大丈夫ですか？無言でうなずく女性。相当怖かったのだろう。俺は女性を介抱し、大幅な遅刻をして面接会場に着いた。面接官は表情を硬くしている。たとえトラブルがあっても、それを見越して早く来ないと。面接でこれじゃ、実際に社会人になった時にどうするつもりなんだ？申し訳ございません。間違いなく不採用だろう。何にせよ、どんな理由があっても面接に遅刻してきた奴は不採用。失礼いたします。すると、応接室に突然人が入ってきた。慌てて面接官に耳打ちすると、面接官の顔色がみるみる変わっていく。そして、この面接が
俺の未来を大きく変えることとなるのだった。俺の名前は、青井春人。父の営む食器工場で働いている。幼い頃から父の働きぶりを間近で見ていた俺にとって、父は憧れの存在だった。無口な父が武骨な素材から作る鍋や皿は見事で、いつか俺も父の後を継ぎたいと夢を持っていた。大学で経済を学ぶ傍ら、工場の手伝いをする日々、父への弟子入りが楽しみで仕方なかった俺は、大学3年生のある日、夢を打ち破られることになる。春人はもうわかっていると思うが、うちの工場は長く続きそうにない。父が重々しい表情でこう言った。そう、原材料の高騰や働き手の不足、高級な食器から離れていく人が増えていることから、工場の経営不振が続いているのだ。工場の様子を観察するうちに気づいてしまっていたが、直接言われるまでは、あえて触れないでいた。何か打開策があるかもしれない。そう願って。そうか。お前は俺の後を継ぐと言ってくれたが、就職活動の時期はこれからだろう。どこか別の働き口を探してくれないか。でも、親としてはお前に苦しい思いをしてほしくないんだ。わかった。俺が経営を立て直す。そう言いたかった。しかし、俺よりも長く働いてきた父が、もう厳しいと感じているのなら、若造の俺に何ができるというのだろうか。父も母も工場の軌道修正に奮闘していたのは知っている。その上で、俺には別の道を歩むように言っているのだ。もし工場が潰れた時のことを考えると、俺が家族を支えなければならない。であれば、俺は外部に就職し、金を稼がなければ。幸いにも、俺は幼少期から食器の製作現場を見てきている。職人の作業風景や経営方法を知っている俺は、生の声を知っていることを強みに就職活動を始めた。数ある候補のうち、第一希望は取引先でもある桃崎株式会社という食器の素材となる金属や陶器などの輸入や販売を行う会社だ。経営の幅を広げている一流企業。この会社に勤めることができたら、家族を養い、工場の運営にも投資することができる。俺が頑張らなければ。何度も袖を通したスーツを身にまとい、桃崎株式会社に向かう。会社近くの駅で降り、駅周りに乱立する雑居ビルの間を抜けていると、近くで女性の声がした。やめて、こっち来ないで。切羽詰まった叫び声に、俺は足を止めて、声の方へと足を向ける。錆びれたビルの陰で、小柄な女性が男性に腕をつかまれていた。ただごとじゃないと即座に判断した俺は、彼に向かって声を上げる。警察を呼べるようにスマートフォンを取り出した。ちょっと、何してるんですか？男は俺を突き飛ばすと、大通りの方へ走っていった。追いかけたいところだが、震えている女性を放っておけず、女性のそばへ駆け寄る。大丈夫ですか？無言でうなずく女性。相当怖かったのだろう。俺は反対側の大通りへと抜け、自動販売機から水を買って女性に渡した。よかったら飲んでください。ありがとうございます。まだ手が震えていたので、
ペットボトルの蓋が開かない。代わりに、俺がキャップをひねってあげた。女性が水を飲み終えた頃に、ようやく震えが収まってきた。安心して背中をさすろうとしたが、男に触れられるのは怖いかもしれないと思い、踏みとどまる。とても美人な人だ。何もなくて本当によかった。落ち着きましたか？はい、ありがとうございます。女性はうつむいたまま頭を下げた。あの人と肩がぶつかって、怖くて何も言えないでいたら、ここまで追い詰められて、怖かったですね。もう大丈夫ですよ。本当にありがとうございました。あなたが来てくださらなかったら。すると、女性はかがんで、俺のカバンを拾った。男たちに突き飛ばされた時に落下したのだが、拾っている場合ではなかったので、そのままにしていたのだ。ごめんなさい。あなたのカバン汚れちゃって。いえいえ、大したことじゃないので。あれ？この会社、今から行かれる予定なんですか？女性は、カバンからはみ出ていた書類に目を留めた。桃崎株式会社の面接要項だ。はい、今から面接で。そうだったんですね。すみません。私のせいで遅刻になっていないといいのですが。大丈夫ですよ。まだ時間に余裕があるので。本当は、すでに受付の時刻を大幅に過ぎている。しかし、彼女が悪いわけではないので、嘘をついた。だったらいいんですが、お名前を伺ってもよろしいですか？青井春人です。青井さん、私は茜と申します。本当にありがとうございました。私はもう大丈夫なので、面接に向かってください。本当に大丈夫ですか？ええ、どうかあなたの面接がうまくいくよう祈ってますね。ありがとうございます。それでは、茜さんに頭を下げ、小走りでその場を去る。面接、受けさせてもらえるだろうか。不安な気持ちで、会社の採用担当に電話をかけ、謝罪とトラブルがあったことを伝える。とりあえず、面接は実施してもらえることになったが、面接官の表情から、俺に抱く悪い印象が伝わってくる。たとえトラブルがあっても、それを見越して早く来ないと。面接でこれじゃ、実際に社会人になった時にどうするつもりなんだ？申し訳ございません。ただ謝ることしかできない。叱責や呆れ声にひたすら耐えると、面接官はようやく俺の履歴書に目を通した。おやおや、君は葵工場の、オンボロ工場の後継ぎがうちに取り入って、金銭を工面してもらうつもりなのか？そういうつもりではありません。私が御社を志望するのと実家は関係ありません。どうだか。圧迫面接ではないが、それよりも差別的で悪意を感じる。間違いなく不採用だろう。何にせよ、どんな理由があっても面接に遅刻してきた奴は不採用。だよな。父さん母さん、ごめん。俺がうなだれていると。失礼いたします。応接室に突然人が入ってきた。その人が慌てて面接官に耳打ちすると、面接官の顔色がみるみる変わっていった。青山くん。はい。面接官は姿勢を正し、咳払いをした。まだ志望動機を尋ねていなかったね。え？志望動機？どうせ俺は不採用なのに。明らかに変わった面接官の態度。一体何を言われたのだろう。その後きちんとした面接が行われ、俺は不審がりながらも受け答えをした。遅刻のことはそれ以来言及されず、
その日の夜には面接に合格した旨の連絡が届いた。態度が急変した面接官が不思議でならなかったが、理由を尋ねることもできず、あれよあれよという間に最終選考まで進み、内定をもらうことができた。トントン拍子にことが運び、俺は驚くばかり。しかし、これで両親の助けになれると思うと、嬉しかった。そして入社後に配属された部署で、俺は度肝を抜かれた。葵くんの教育係になります。桃崎茜です。よろしくね。え、あなたは。俺の目の前に立つ女性は、間違いなく面接に向かう途中で助けた人だった。あの時はありがとう。実はここ、私も勤めてるのよ。そうだったんですか。面接、私のせいで失敗したらどうしようって心配してたの。無事通過できたみたいでよかったわ。桃崎さんは若くして課長として働いていた。俺と5歳しか年の差がないにもかかわらず、先輩たち顔負けの仕事ぶりである。俺への指導も的確で、まさしく目標にしたいと思える上司だった。彼女を見習い、俺も新入社員なりに会社に貢献できるよう努力した。この素材の売り出し方についてプレゼンを行ってほしい。新人教育の一環として課せられた仕事は、思うように売れない素材のアピールをすることだった。広く存在が知られていないため、販売が難航しているらしい。その素材の詳細を見ていると、俺はあることに気がついた。これ、中田工業さんが欲しがっていた素材の特徴に似ているかもしれない。小さな町工場が連なる俺の地元には、工場を経営しているご近所さんや、友人知人が多い。だから、誰がどんなものを作っていて、何を欲しがっているのか、一通り認識している。俺は直接工場に出向き、要望をヒアリングしたり、桃崎さんのサポートを受けながら、プレゼンの資料を作った。社内での課題としてではなく、実際に顧客へ向けたものだ。プレゼンは成功し、俺の案はブラッシュアップの後、実際にターゲットである、実家近くの中田工業との取引に採用された。またある時は、商談がうまくいかないとぼやく先輩の愚痴を聞いていると、俺の父親と同じ業界で働く人だったことを知った。あそこの工場長さん、気難しいですけれど、お孫さんの話をすれば、別人みたいに優しくなりますよ。俺のアドバイスは実践され、契約が一つ取れた。先輩にはとても感謝してもらい、中田工業との件もあったおかげで、俺は周囲から期待の新入社員だと重宝された。そして、入社から1年が過ぎた頃、日頃のお疲れ様会ということで、桃崎さんが俺を飲みに連れて行ってくれたのだ。本当に、葵くんの成長には目を見張るものがあるわ。桃崎さんに褒められて、もちろん悪い気はしない。しかし、この功績は俺だけの力ではないことを自覚しなければいけないと常に思っていた。一人でできる仕事なんてない。これは父の口癖であり、工場で使われている標語だ。俺なんて全然です。父親から得た知識とか、俺の意見を皆さんが聞いてくれたりとか、とにかく周りに恵まれているんだと思います。葵くんが一生懸命だから、みんなが見てくれるのよ。桃崎さんの姿を見習ってますから。へへ、嬉しい。時間が経つにつれ、桃崎さんのろれつが回らなくなってくる。水をすすめると、不思議そうに首をかしげていた。お酒強いはずなんだけどな。
酔った美女は目の毒だ。俺は自分の両頬を叩いた。きっと疲れてるんですよ。そろそろ帰りましょう。紳士だなあ、葵くんは。初めて会った時と変わらない。トロンとした目で俺を見つめる桃崎さん。あえて意識しないようにしていたのに、いい雰囲気にときめいてしまう。そうでしょうか。見ず知らずの私を颯爽と助けてくれて、かっこよかったな。ありがとうございます。相手は酔っているのだから、過度に期待してはいけない。だけど、普段のしっかりしたキャリアウーマンとのギャップを目の当たりにし、その姿をなかなか忘れることができなかった。翌日、桃崎さんは自分の発言を覚えていたらしく、変なこと言ってごめんね、と赤い顔で謝ってきた。しかし、その飲みのおかげで、互いに打ち解け合った俺たちは、頻繁に食事に行くようになっていた。仕事だけでなく、プライベートな相談をしたり、俺は父の工場を立て直したいという夢も伝えた。桃崎さんは馬鹿にすることなく、君ならできると力強い目で応援してくれたのだ。俺に勇気をくれて、一人前に仕事ができているのも彼女のおかげだ。俺は次第に、桃崎さんを上司としてだけではなく、一人の女性としても好意を持つようになっていた。きっと彼女も、俺のことは嫌っていないだろう。美しく聡明な人だから、いつ何時他の男に声をかけられるか、わからない。気持ちを自覚した俺は、自ら飲みに誘い、告白することに決めた。緊張しすぎて、指の感覚がない。もし彼女に断られたら、今まで通り接していけるだろうか。いや、しかし、会社での関係がどうなろうと、彼女とプライベートで仲良くしたいという自分の気持ちの方が大きかった。俺は意を決して、一杯グラスを飲み干した。よし、当たって砕けろだ。葵くん、話したいことがあるの。俺の声は、しっかりと来た桃崎さんの言葉に阻まれる。水を差すのも気が引けるので、先に話してもらうことにした。はい、なんでしょう。ちょうどいい機会だし、葵くんには先に伝えておきたくて。私ね、来月異動になったの。え？今まで一緒に働けて楽しかったわ。ありがとうってお礼を言いたくて。そうですか。でも、移動ならこれまで通り会えますし、また食事にでも行きましょう。おめでとうございます。桃崎さんが移動ということは、受注ハック昇進だろう。寂しいが、喜ばしいことでもある。ありがとう。でもね、もう君と会えるのも今日で最後かもしれないわ。え？聞き間違いだろうか。桃崎さんの表情が浮かない。何かあったんですか？俺でよければ話聞きますよ。これで最後って、一体。葵くん、実はね、彼女がそう言いかけた時だった。あかね、何してるんだこんなところで。突然、桃崎さんが第三者によって俺から引き剥がされる。その人物の顔を見て、俺は仰天した。俺が桃崎さんを助けたとき、彼女に手を出していた男だった。どうしてこんなところに？それに、名前を呼び捨てにしている。まさか、知り合いなのか？どうしてここに？桃崎さんも驚いている。男は、俺を睨みながら答えた。茜が知らない男と飲みに行ってるって、俺の友達が見かけて教えてくれたんだよ。帰るぞ。いや、ちょっと待ってください。嫌がってるじゃないですか。
あなた何なんですか？ことと次第によっては、警察を呼ばなければならない。覚悟を決めた俺に、男はにやりと笑って言い放った。何って、茜の婚約者だよ。え？お前こそ何？人の婚約者と何してたわけ？婚約者？そんな相手がいたなんて知らなかった。桃崎さんを見ると悲しそうにうつむいている。俺は桃崎さんの部下です。婚約者だというのはわかりました。でも無理やり帰らせるのは良くないですよ。桃崎さんの気持ちも。ごめん、葵くん。もういいの。桃崎さんが諦めたような笑顔を浮かべる。そして消えてしまいそうな声で、もういいの。と繰り返し、男に連れられて帰っていった。翌日、社内に大きなニュースが伝えられた。桃崎さんが次期社長候補として部署異動になったこと、そして大手家具メーカーの御曹司の言い名付けとの婚約が発表されたのだ。あまりのことに、俺は思わず桃崎さんのところに向かった。昨晩の出来事もよく飲み込めていないのだから、聞きに行ってもいいだろう。自分のデスクを片付けている桃崎さんに声をかけると、気まずそうな顔をして会議室に連れて行かれた。昨日はごめんね。突然帰って。いえ、いろいろと聞きたいことがありまして。そうだよね。何から話そうかな。まず、私はこの会社の社長の娘なの。言われてみれば、桃崎株式会社と桃崎という名字。彼女が関係者であると、どうして気づかなかったのだろう。それでね、私、子供の頃に葵くんと会ってるんだ。え？子供の頃？全く身に覚えがない。覚えてないのも無理ないわ。一度だけだから。あなたの家の近くに公園があるでしょ？はい。昔、父の仕事関係で、あの工場地帯に行った時、仕事が終わるまで公園で遊んでいたの。私が小学生の頃よ。公園に可愛い猫がいてね、ついつい追いかけているうちに公園を出ちゃって迷子になったの。入り組んでいる工場地帯で迷子になったら、さぞ心細いだろう。そんなことを考えていると、ふと思い出すことがあった。昔、公園に戻りたいと言って泣いている女の子に道案内をした記憶がある。その時、君に出会ったの。泣いていた私に声をかけて、公園まで手をつないで案内してくれたわ。私よりもずっと年下の男の子なのに、すごくかっこよく見えたの。それから、桃崎さんは言葉を区切った後、俺をまっすぐ見た。ずっと君に片思いしてた。え？その日の父の仕事先があなたのお家の工場だったみたいで、名前はすぐにわかったわ。でも、私が直接の接点を持つことなんてできなくて、それに政略結婚のために言い名付けもいたから、忘れようとしたの。桃崎さんが俺に片思い？そんなことが、俺の都合のいい妄想ではないのか？だけど、あの日、偶然にもまた助けてもらって、あの時、本当は婚約者のアキラさんとちょっとした口論になっちゃったの。それで手を出されかけていたんだけど、君に本当のことを言いたくなくて嘘をついちゃった。うちの会社を受けるって分かって、すぐに父に相談しに行ったわ。相談？ええ。これから採用面接に来る葵さんは、私のせいで遅刻したから、どうか面接を受けさせてほしい。この要求を承諾してくれたら、アキラさんとの結婚にも文句を言わないって。そんな！じゃあ俺のせいで。
いいえ、私が君と一緒に仕事をしたかったの。たった1年だけだったけど、楽しかったわ。私のわがままに巻き込んで、ごめんなさい。謝らないでください。好きなのは俺だけじゃなかった。それどころか、俺を思うあまりに、自らを犠牲にした桃崎さんが、とても愛おしく感じた。たったあれだけのことで、ここまで好きでいてもらえるなんて、俺は幸運じゃないのだろうか。終わったことにしないでください。俺だって、桃崎さんが好きなんです。え、本当？はい。昨日だって、告白するために飲みに誘ったんですよ。そうだったのね。しばらく沈黙が続く。両思いだと知った今、桃崎さんの婚約をどうにかできないか、そのことを考えていた。俺の面接を行う条件として、許嫁との結婚と、次期社長として会社を継ぐことを承諾したのなら、簡単に覆すことはできないだろう。これからどうしよう。同じことを考えているのだろうか。ぽつりとつぶやいた桃崎さんの言葉に反応するように、会議室の扉が開いた。どうもこうも、予定通りに結婚も次期社長としての育成も行っていくぞ。社長。お父さん。いつから話を聞いていたのか、不機嫌そうに社長が入ってきた。俺を睨んだかと思うと、馬鹿にしたように笑う。せっかく茜の頼みで面接をしてやったというのに、うちの娘をたぶらかしおって。だいたい小さな町工場の出であるお前と茜は住む世界が違うんだよ。確かにそうかもしれない。でも、どうしても俺は諦められなかった。町工場でも人の役に立つものを作っています。会社の規模なんて関係ありません。いや、規模が大きければその分人の役に立つ。お前の実家を当てにしている人間なんてせいぜい。その中にこの会社も含まれているのに？何？この会社でトップの売り上げを誇る新素材。うちの実家が生産して販売を委託していることをご存じないのですか？さすがに知らないことはないだろうと思っていたが、俺の実家だとまでは把握していなかったらしい。社長は大きく目を見開いた。俺の実家を馬鹿にされていたみたいですが、そちらが権力を振りかざすのなら、こちらも同じ方法でしか対応せざるを得ませんよ。そう。俺の実家は今、桃崎株式会社に販売委託をしている商品がある。俺が会社で働く姿を見て、父はもう一度工場の再興を決意してくれたのだ。一緒に試行錯誤する中で、特許について俺は進言した。そして、工場で発生した端材を加工し、新たな素材を作ることに成功し、特許を取得した。しかし、父の工場で売ることは難しい。そこで、昔から取引をしていた桃崎株式会社に逆営業を持ちかけ、販売委託をすることになった。今ではどの商品をもしのぐ売り上げで、間違いなく失うには惜しいはずである。まさか、あの製品は君の工場のものだったのか。はい。今うちが供給をストップしたらどうなるのか。社長ならお分かりですよね。俺の問いかけにグーの音も出ない社長。それもそのはず。今やうちの材料を使った商品は、会社の売り上げの3分の1にまでシェアを広げていたからだ。俺は、娘さんをくださいと言っているわけではありません。彼女のことを考え、娘さんの幸せを第一に考え、会社の経営と両立してほしいんです。その交渉材料として、実家の製品を引き合いに出しているだけです。俺が真っ向から対峙すると、社長は考え込んだ。茜の幸せは
何不自由のない生活を送ることだろう。ふと口にした言葉に、桃崎さんは反応した。それは違うわ。お金なんてなくても、地位がなくても、好きな人と、私を大事に思ってくれる人と一緒に生活することが私の幸せなの。だが、金がなければ。確かにお金は大事よ。でも、どんな立場だってお金は稼げるわ。でも、私を大事にしてくれる人は、そう簡単に見つからないものなの。この年になって、すごく実感しているわ。そうか。社長は俺の方を見た。その相手が彼だというのか？ええ、そうよ。葵くん、さっきの非礼を詫びさせてくれ。君がそこまで茜のことを考えてくれているなんて知らなかった。いえ、そんな。許嫁との結婚の件、少し考えさせてほしい。まさか、こんなにもあっさり話が通るとは思わなかった。社長は、桃崎さんの幸せをただ願っていただけなんだ。その方向性が間違っていただけ。もっと、お父さんといろいろ話しておけばよかったわ。社長が会議室から出て行った後、桃崎さんはそう言った。そして後日、桃崎さんは、許嫁に別れを切り出したらしい。他に好きな人がいる。そして、政略結婚なんてしても、互いに幸せになれない。そうはっきり告げたそうだ。これまで何度か口論をしていたと聞いていたので、俺は心配だった。だって、俺が見かけた時にも手を挙げていたのだから。しかし、心配をよそに、許嫁の明さんは、ほっとした顔をしていたらしい。茜が羨ましいよ。俺はあの家に生まれた時から、家柄にふさわしい人と結婚するんだって言い聞かされてきたから、自由に恋愛する同級生たちを妬んだし、婚約者の君にも苛立っていた。俺は自分のパートナーすらも選択できないんだって思ってた。あなたが私のことを婚約者という目で見ていないことは分かっていたわ。自分の家、自分の会社のために仕方なくだったんでしょ。そんな私たちだから喧嘩も絶えなかったのよね。ああ。もっと自分にも家族にもわがままになっていいと思うわ。そうできるだけの能力も信頼も、明さんは持っているから。そんな会話をして、円満に別れることができたらしい。明さんの実家は、明さんと社長から説得し、なんとか破談が成立したそうだ。その直後、俺のもとに明さんがやってきた。驚く俺を見て笑い、お前が茜のヒーローなんだな、と言った。俺は正直、茜に恋愛感情はない。だけど、いい女だっていうことくらいはわかる。あいつを幸せにしてやってくれよ。はい。ありがとうございます。こうして、俺と桃崎さん、いや、茜さんは無事お付き合いを始めた。そして、茜さんが副社長、俺が部長に就任した頃、ようやく結婚したのだ。俺が長年願っていた父の工場は、父自身の頑張りで業績を上げ、近々工場の建物を大きくする工事を始めるらしい。こんな年だけど、まだまだやっていけるぞと意気込んでいた。偶然で繋がった縁と、ひたむきな努力が、俺たちを幸福に導いてくれた。もっと自分に正直になれば、いつだって人は自由だ。わがままでもいい。無茶でもいい。それが自分の幸せになるのだと確信し、突き進めば道は開ける。これから生まれてくる俺たちの子供にも、この大事な教訓を伝えていきたい。